こんにちは、MD ジャックです。愛です。皆さんこんにちは。有線モデルのレビューが続く中、久々に TWS の登場です。イヤーファンのハイコストパフォーマンスモデル、フリー 2S です。現行モデル、フリー2のブラッシュアップバージョンですね。イヤーファンの TWS には、まずエアーシリーズがあって、こんな感じ。赤枠数字は Amazon でのクーポン利用後の価格。記憶に新しいところでは、エアー S だな。それからフリーシリーズ。このシリーズの方がちょっとリーズナブルな価格だね。とにかく安く入手したければ3000円台のフリーミニ。今回のフリー 2S は約5000円。こうしてみるとイヤーファンのモデルってだいたい6000円ぐらいまで出せば選び放題なんだわ。迷っちゃいますね。愛はエアープロを愛用しています。過去に何本かイヤーファンのレビュー動画をアップしているので気になるモデルがあったらチェックしてみてください。現行モデルフリー2との違いは上にまとめてみました。専用アプリ対応になったのはいいね。ドライバー口径が 7mm で大きくなったのに外観は小さく、重量は軽く、通話マイクの数も増えてる。開発の努力の賜物だね。チップは QCC3040 を搭載、aptX まで対応はフリー2と同じ。ドライバー口径は約 16% 大きくなったのね。第一印象は迫力は感じたね。本体がフリー2よりサイズダウンしているということで、早速装着してみました。縦横サイズは丸くて確かに小さいです。重さも片側実測 4.5g です。厚みをちょっと感じるので、装着感だけで言えば、瀬戸内エアフィットマックスのような軸の短いイヤピを装着すると、装着安定感が増します。充電ケースがいいって言ってませんでした？そうそう。本体がサイズダウンしている中、充電ケースには大概のイヤピが収まるんだよ。いつも波形測定してるイヤピ6種は全部収まったからね。普段有線モデルで気に入ったイヤピをそのまま使えるのはすごくありがたい。ケースはワイヤレス充電にも対応していますね。そういえばワイヤレスの充電パッド買ってなかったんで買っといたよ。乗っけるだけで充電できるのは毎日使ってる人には特に便利だよね。今更ですよジャックさん。結構普及してると思います。あはは、そうだよね。低遅延も特徴のようで60ミリセックっていうことなんですけど、これは実感できたね。ドラマ見てみたけどリップシンクはバッチリ合ってた。セリフの音質も不自然さは感じなかったし好印象だったよ。aptX WellL に迫る低レイテンシーだからタイミングにシビアな音ゲー以外なら気にならないんじゃない？音楽用途以外でもオールマイティに使えそう。逆にエアーシリーズは遅延が100ミリセックぐらいあったから、フリーシリーズがオールマイティにエアーシリーズが音楽優先っていう傾向なのかも。きっとそうなんでしょう。連続稼働時間が実測だと6時間ぐらいでした。普段聞く音量よりちょっと音大きめで測ったんで交渉値よりは短めでした。でもケースに10分戻すだけで最大2時間再生ってことなので、連続再生時間はあんまり気にしなくても良さそうですね。ではそろそろサウンドチェックに行きましょうか。今回は同メーカーのエアー S と一緒に聞いてみます。イヤピはファイナル E タイプを使用しました。ではどうぞ。音量上がります。はい、では後半は音質とアプリについてです。収録でファイナル E のイヤピを使ったのはなぜですか？このグラフの通り、フリー 2S は6キロと8キロ付近にピークがあって、6キロ付近が強いなーって思うのね。EQ 補正する前にイヤピでも調整しておきたくて、ファイナル E が一番効果あると思ったからね。その他の帯域でも強い低域以外の出方はこの中では良さそうだし、低域自体はアプリ EQ で調整できると思ってるから。
シングル波形はこんな感じ。低域が強く、それに負けないために高域は6キロあたりをかなり持ってる。なので結構派手な質感でパンチがあって第一印象はいいって思う人多いかも。ジャックさんはどうですか？こういう音好きですか？優先モデルを多く聞いてるからちょっと派手すぎに感じるね。専用アプリ対応モデルなんだから素直な基本チューニングにしてナチュラルな出音を売りに調整はアプリでっていうコンセプトで売れると思うんだけどね。エアー S の波形を重ねると基本カーブはかなり似てるでしょ。でもサウンドチェックで気づいた方もいらっしゃると思うけどここが大きく違うのね。やっぱり気になるんだよね。ただフリーシリーズ同士で比較するとフリー 2S の特性はエアーシリーズに似ているみたいで右のグラフより高低のレベル差が減っていて聞きやすく感じたね。そうなんですね。ではアプリの EQ 調整についてお願いします。はい。やっぱりイヤーファンの TWS を使うなら専用アプリでコントロール系も音質系もまとめちゃった方が楽。今手元にはフリー 2S とエアー S があるんだけどアプリでさらに好みの音にできれば TWS でもかなり満足な質感で聴けるわけで、アプリに接続してみたら以前はこんな感じだったんだけど EQ のバンド数がアップデートされてた。下から63と 180Hz、 ここまででちょっと強めな低域の調整はできる。 500Hz はフリー 2S とエアー S の特性だとあまり触らないかも。で次が 1kg、8kg、15kg。ちょっとざっくりすぎだよ。これじゃあ上げたい2から 4kg と落としたい 6kg が調整できないじゃん。ここは 1kg と 15kg の代わりに 2kg、5kg とかにしてほしかった。欲を言えば2、4、6、8の合計7バンド。これぐらいないとねって思う。あとスライダーの長さもせっかく調整幅がプラスもマイナスも10段階あるんだからもっと長い方が触りやすいよね。アプリ EQ では完全に自分好みには調整できなかったけど低域、高域を調整したのがこれ。やっぱりポイントが足りないから仕方ないけどこんな感じのセッティングでまずまずの調整はできたよ。ドンシャリ感を減らした結果自分にとっては結構いい感じになったんでこれでしばらく聴いてる。残響感も少し聞き取れるようになったんで印象はだいぶ変わったね。その他カスタム EQ はつなぐ機器ごとに10個まで登録できる。これはいいよね。あとざっくり低域、高域を増やすとか減らすとかっていうプリセットもいいね。とりあえずさっと調整できるからこれ選んでからさらにスライダー調整して名前つけて保存って流れ。ちょっと使いにくいのが作ったカスタム EQ をちょっとだけ修正して上書きする機能とリネーム機能がないこと。削除は左スライドで OK。 アプリの機能が充実するとイヤーファンのアプリ対応モデル全体の音質調整の幅が広がるからここはぜひ今後のアップデートに期待したいところだね。イヤーファンさんよろしくお願いします。愛はアプリ対応していないイヤーファンエアープロを愛用しているのでエアープロもアプリ対応に打ったらいいなーって思います。そういえばジャックさん PC 接続の場合の調整もしたんでしょ？フリー 2S の性能テストのために別の EQ で波形見ながら音作ってみたよ。これなんだけど元の波形が青、調整後がピンクで差分の多いこのポイントの調整が効いてる。強い低域に負けないようこの部分で広域のバランスをとっていたようだけどそこは両方落とした。その代わり1から5kgを優先モデルみたいなセッティングにしたよ。これだと全体的に音に余裕が生まれて優先モデル効いてるみたいになった。なのでフリー 2S のポテンシャルをどう引き出すかはチューニング次第なんじゃないかなって思ったよ。これはパソコン使ったけどスマホでも別アプリ使えばこのぐらいの調整はできるよ。ニュートロンプレイヤーで調整することが多いね。スマホの画面をミラーリングして大きいディスプレイで見ながらやるといいかもね。ああ、大きい画面で調整できるとスマホでも結構いけそうですね。外での使用ではアクティブノイズキャンセリングや内音取り込み機能があった方が個人的には重宝するのであまり価格に開きがないエアー S もいいと思います。フリー 2S にアクティブノイズキャンセリングはありませんがフリーシリーズでありながらエアーシリーズに寄せた特性を持つ進化したコスパモデルです。専用アプリでドンシャリを調整すれば個人的には普段使いとして十分だと思います。これでアプリがアップデートされれば最強になると思うので安い時に買っておくのもいいと思います。ということでイヤーファンフリー 2S のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。